株式会社スマレジの山本です。スマレジの長期ビジョン、中期経営計画を作成しましたのでお知らせいたします。To be the new standard としまして、2021年、今年はスマレジ10周年の節目となります。この10年間、2011年からの10年間で、スマレジがいろんな業態の店舗に対応できる基本機能っていうのと、あと個性的な店舗運営が実現できるようなニッチな機能まで、またスマレジのアプリマーケットを通じて非常に柔軟な拡張性を備えた圧倒的なサービスに成長したと感じています。この素晴らしいサービスを、自分たちで言うのもなんなんですが、この素晴らしいサービスを、またはこの素晴らしい機能をもっともっと多くの店舗さんに使っていただきたいですし、そうやって日本の商店を力強くサポートして日本の経済発展に貢献していきたいと考えております。そういったわけでスマレジのこれからの10年間っていうのはタブレットポスっていう枠を超えまして日本のポスレジのトップシェア獲得を狙っていきたいというふうに考えております。長期ビジョンとしまして、ビジョン2031、ポス市場で国内トップのシェアを目指しますと。KPI としまして、アクティブ店舗数を掲げました。アクティブ店舗数は、有料プラン、無料プランに関わらず、実際に本当にお店で使っていただけているという、指標になりますので、そちらが30万店舗、国内の全体市場のシェア 14% を目指してまいります。こちらにグラフを2つ載せております。アクティブ店舗数でいうと、今、3クォーター、2021年4月期3クォーターの現在で、アクティブ店舗数が 2.3 万店舗ですから、そこから30万店舗まで持っていくのに、10年間で約10倍以上を目指すということになります。また、市場シェアで言いますと、メインターゲットとなります、スマレジのメインターゲットであります小売店さん、飲食店さん合わせて日本で今200万店舗ぐらいあると言われている中でスマレジのターゲットとなるだいたい2店舗から40店舗ぐらいまでの中小規模の店舗様が77万店舗あるとなっていまして、そのうちの30万店ですからメインターゲットの中でいうと約 40% 弱を目標としてまいります。こちらの規模に関しては、上下方向に、メインターゲットを少しずつ広げながらシェア獲得を狙っていきたいというふうに考えています。そういった長期計画からの最初の一歩となります2022年4月期来年度から3カ年の中期経営計画になります。ARR 倍増計画という少し刺激的なタイトルになっていますが、投資家の皆様向けのキーワードに絞りまして、こういったタイトルにしております。資料7ページに進みます。今後も継続的な高成長を続けていくために、来年度から3年間は現役を覚悟して事業投資を強化してまいりたいと考えております。一つは広告宣伝等によるアクティブ店舗数を増やすと、お客様を増やすということになります。そしてもう一つはアプリマーケットによる顧客単価の向上、こちらはアープですね、アープの向上と、客数と客単価両方を上げていくことによって、2024年の4月期までに ARR を倍増させようという計画を立てております。右側のグラフで申しますと、現時点の2021年4月期の第3クォーター時点では ARR が 19.2 億ですから目標値まで2倍以上の計画となっております。これらを実現していきたいというふうに考えております。具体的な施策の方に移ります。一つ目の広告宣伝への集中投下ということですが、テレビ CM 等々をはじめとしましたマス、それから交通広告等タクシーの CM 等も今少し流行していますが、またインターネット等での広告
いろんなところでの PR 活動をしていきたいと考えております。これまで、当社はですね、広告宣伝費をほとんど使わずにやってきたわけですから、一つ大きなチャレンジかなというふうに考えております。まだ、社内でのノウハウがまだあまりないので、まだ手探りなところから始めますが、大きく広告宣伝費を割いて、活動していきたいと考えております。特に、2019年の2月に IPO をしました。その時に約15億円から20億円程度の資金を調達しております。2年前に調達したこの資金をまだ消化できておりませんので、消化できてないというのは1年、上場後の1年目というのが、軽減税率の特需によって広告宣伝費をかけなくても非常にたくさんのお問い合わせをいただいたという追い風がまずありました。そこでは使っておりませんで、2年目となる今年度ですが、こちらがまた逆に、コロナ禍に突入しまして、広告宣伝費を今ではないということでブレーキをかけました。で、今少し経済活動が活発化し始めている今から使っていくべきだというふうに判断しましたので、これから一気にこの2年前に獲得した資金で広告宣伝活動をしていきたいというふうに考えております。2点目のアプリマーケット施策です。こちらはですね、顧客単価向上を目指してはおりますが、基本的にですね、たくさんお客様からのご要望をいただいております。またいろんな業種とかいろんな業態でいろんな使い方をされていますので、こういったものに対応できるようにアプリマーケットを活性化していきたいというふうに考えております。スマレジの CVC 事業でありますスマレジベンチャーズというものもスタートしておりまして、このアプリを開発してくださる方への投資、また事業支援、販売支援というものを通じてアプリマーケットを活性化させていきたいと考えております。また今後ですね、もっともっとアプリが作りやすくなるように、ノーコードまたはローコードをテーマにしたアプリ開発環境の大幅改善というのも計画しております。次に3番目のスマレジタイムカードになります。HR 事業というふうに名称を少し変えてきておりますが、スマレジタイムカードという勤怠管理システムから始まっておりますが、さらに肉付けして HR サービスの方へと成長させていきたいと考えております。もともと当社内でも一部門として、展開していたんですけれども、どうしてもスマレジ事業の中で、事業を展開するということになってしまっていましたので、スマレジのチームと切り分けて専属のチームを作りまして、今後独立した組織体制の中でスマレジの HR サービスというものを成長させていきたいと考えております。今スマレジのお客様とスマレジタイムカードのお客様というのは同じように見えて少し違うお客様が使ってくださっています。まずはじめにスマレジのお客様にもっともっと使っていただけるように、クロスセルできるようにもう少しスマレジとの親和性を寄せていくところから始めていきたいと考えております。最後の4番目、クリエイティブ人材育成というのを掲げております。日本で最も IT クリエイティブ人材を輩出する企業の一つとなるというふうに書いていまして、広告宣伝費だけではなくて採用関連の費用を大幅に拡大しまして、特に IT エンジニア、またデザイナー、データサイエンティスト等々を中心に、IT のクリエイティブ人材の発掘または教育っていうものを積極的にやっていこうと考えております。今まで割とギリギリの少ない人数で運営してきましたので、新しいことにチャレンジする余裕っていうのがやはりあまりなかったっていうのが実際のところであります。今後の10年を考えた時に IT クリエイティブ人材を少し多めにやはり確保していって、新しいチャレンジをするであったりとか、製品をもっともっと良くしていくとか、そういったことへ割いていきたいと考えております。また日本全体で、IT エンジニアというのがかなり不足しています。当社だけではなくて、社会全体で IT 人材というのが不足しておりますので、当社が率先して IT 人材を発掘して、教育もすると
日本で IT の人材をもっともっとたくさん生み出していくという文化を作るっていうところから考えていきたいというふうに考えております。以上4点が具体的な施策となります。まだまだ抽象的な表現ばかりとなりますが、今第3クォーターのタイミングで発表いたしましたが、さらに具体的になっていきますので、また第4クォーターの通期決算報告のタイミングであったりとか、また次のタイミングでこの中期経営計画の進捗、もしくはより具体化した内容について随時お知らせしていきたいと思いますので、引き続きご注視いただきますようにお願いいたします。以上となります。ありがとうございました。はい、中期経営計画に対してのご質問をいただいております。3点ご紹介いたします。まず1つ目ですが、これまでのスタンスを一変させ、積極的な広告宣伝活動を中心とした事業投資を行うとした背景を教えてくださいというのをいただいております。本編でも少し触れましたが、2019年の2月に IPO をしました。その時に、ちょうど2年前ですが、その時に約15億円から20億円程度のキャッシュを確保しております。で、1年目は、一昨年ですね。一昨年は軽減税率、また消費税の増税があり、追い風がありましたので、ほとんど広告宣伝費をかけなくても、問い合わせがもうほぼ殺到したという特需がありました。で、2年目の昨年ですが、今年度ですね、当初はテレビ CM 等々を始めて、広告宣伝費をこれから使っていこうというタイミングだった矢先にですね、緊急事態宣言が始まりまして、そのままコロナ禍に突入したということで、結果的に、また守りの方に入りまして、この1年コロナの動向を見守るという形になりました。こういったことからこの2年間、その調達したお金っていうのを使えずにいたという状況にあります。で、ここから3年目、上場して3年目となりますが、この1年間を振り返ってみてですね、そんなにコロナ禍の影響がだんだんなくなってきているということもありまして、アクセルを踏んでいくタイミングが今なんじゃないかということで、大きな判断となりました。それでですね、もともとはですね、経営指標としましては、売上高成長率と、もう一つは営業利益率を 20% はキープしていこうということは上場当初からお話をしてきたんですけれども、こちらの売上高成長率が一旦足踏みをしてしまったということがきっかけにもなりましたし、今後もコロナ禍とはいえ今後も高い成長率を維持していかないといけないというふうには考えておりますので、売上高成長率を高く目指していくということを軸足にすることと、もう一つはやっぱり SaaS のビジネスですから ARR ですね、お客様の数を増やすこと、また安定収益でありますサブスクリプションの部分を増やすっていうことに重きを置くというふうに舵取りをしまして、営業利益率が 20% をキープするという部分は一旦保留として、現役を覚悟でチャレンジするというふうに至りました。次に2番目ですが、なぜこのタイミングで中期経営計画を発表することになったのでしょうかということで、通期の決算発表のタイミングで、中期計画を出すということが結構多いんですけれども、今回は第3四半期のタイミングで中期経営計画を発表いたしました。で、これはですね、普通に考えてですね、今、当社ちょうど第3四半期の決算発表をしたんですけれども、実際は現場はもう第4四半期の中盤、もしくはもう後半に差し掛かっていまして、だんだん結果が見えてきている状態になっております。社内のメンバー、取締役も従業員も含めて全体がもうそろそろ来年度に向けての動きを活発化していかないといけないという時期にあります。そんな中で来年度いち早くスタートを切れるように社内社外ともにですね、新しい目標値を今のタイミングで発表して来年度以降の早いスタートが切れるようにということで第3クォーターでの発表を決断いたしました。
最後の質問になります。多くの企業でエンジニア不足が常態化していて、優秀な人材の確保が難しい状況かと思いますが、どのように差別化して採用を優位に進めていくのでしょうかということで、確かにおっしゃる通りで、世の中で IT エンジニアが足りないということで、プログラマーとかをはじめとした IT エンジニアがなかなか採用ができないという状況にあるのは確かだと思います。で、こういったことに、ネガティブであっても仕方がないということで、いや、当社が率先して、その人材不足を解消していくために、IT エンジニアになりたいという人を増やすっていうところから始めていくべきだというふうに考えました。でですね、去年からですね、日本ソフトウェアコンピューター協会というところに入会しまして、例えばその中で U22 という22歳以下のプログラミングコンテスト、こういったものの実行委員を担当させていただいたりとか、もしくはスポンサーとして協力させていただいたりとか、または学生向けのプログラミング教室にスポンサーをさせていただいたりとか、そういった草の根的な活動から始めて、また私ももともと IT エンジニアなんですけれども、IT エンジニアが面白いとか、インターネットとかコンピューターが面白いんだっていうことと、そういった興味を持って、学習に取り組めるようなカリキュラムを作っていきたいと思っておりますし、そういったお仕事がそのコンピューターソフトウェアのお仕事が面白いんだって思えるような文化から作っていきたいというふうに考えております。ですから当社だけではなくて業界全体が面白いとか儲かるでもいいと思うんですけれども、活性化していくような仕掛けを社内社外に発信していくということで、他社との差別化というか、別に差別する必要はないかもしれないんですけれども、僕たちが率先してそういった活動をやっていくという決意を持っております。ご質問のご紹介は3点以上となります。ありがとうございました。